ゆっくり解説。おキャンな笑顔をもう一度。昭和の映画ファンを魅了したシャーリー・マクレーン、珠玉の名作ベスト10。ねえマリサ、シャーリー・マクレーンって、おキャンって言葉がぴったりの、太陽みたいな笑顔が本当に魅力的だったわよね。ああ、わかるぜ。彼女はただ明るいだけじゃない、とんでもない実力派なんだ。もともとはブロードウェイの代役からチャンスをつかみ、ヒッチコック監督に見出されたシンデレラガールで、弟はあの名優ウォーレン・ベイティなんだぜ。そうなの。代役から大スターになるなんて、まるで映画みたいだわ。それに、日本ともすごく心温まるつながりがあったって聞いたことがあるわよ。その通りだぜ。1959年の伊勢湾台風の時に、被災した日本の小学校にピアノを寄付したっていう、いい話があるんだ。今回は、そんな彼女の主力の名作をランキングで10本、じっくり紹介していくぜ。第10位、ハリーの災難、1955年。いよいよランキングの発表ね。記念すべき第10位は何かしら？第10位は、彼女の輝かしいキャリアの原点となった、1955年の映画デビュー作、ハリーの災難だぜ。デビュー作、じゃあこの作品が全ての始まりなのね。監督は誰だったの？それがすごいんだぜ。彼女をヒロインに抜擢したのは、あのサスペンスの神様、アルフレッド・ヒッチコック監督なんだ。ただこの映画は、ヒッチコック作品の中でも異色でな。のどかな田舎で発見された死体をめぐる、ブラックコメディなんだぜ。ヒッチコックのブラックコメディ、それは意外だわ。シャーリー・マクレーンはどんな役だったの？彼女が演じたのは、森で見つかった夫の死体を前にしても全く動じない、天真爛漫で風変わりな若妻ジェニファー役だ。この新人離れしたコケティッシュな演技が評論家から大絶賛されてな。見事、ゴールデングローブ賞の新人女優賞を受賞。まさにスターへの輝かしい第一歩を記した作品なんだぜ。デビュー作でいきなりゴールデングローブ賞。すごすぎるわ。作品にまつわる面白いエピソードとかはあるのかしら？音楽は伝説の作曲家バーナード・ハーマンが初めてヒッチコックと組んだ記念すべき作品なんだ。それに映像へのこだわりも半端じゃなくてな。舞台である森の美しい紅葉を表現するために、スタッフがなんと、木の枝に一枚一枚、葉っぱを貼り付けて撮影したって言うんだから驚きだぜ。葉っぱを手で。そんな途方もない情熱が、作品も彼女自身も、まさに伝説の始まりにふさわしいわね。だろ？巨匠に見出され、その才能をいきなり世界に知らしめた。彼女の魅力の原点が詰まった、必見の一本と言えるぜ。第9位、走り来る人々、1958年。デビュー作で才能を見せつけた彼女だけど、第9位はどんな作品なのかしら？第9位は、1958年の走り来る人々だぜ。この作品こそ、シャーリー・マクレーンがコメディエンヌとしてだけじゃない、魂を揺さぶる演技派なんだと世界に証明した、重要な一本なんだ。演技派としての証明、監督や共演者もすごかったの？監督はパリのアメリカ人で知られる色彩の魔術師、ヴィンセント・ミネリ。そして共演は、なんとフランク・シナトラとディーン・マーティンだ。まさに当時のハリウッドを代表する世紀の大スターたちと肩を並べたんだぜ。フランク・シナトラ、そんな大物たちの中で、彼女はどんな役を演じたの？彼女が演じたのは、フランク・シナトラ演じる主人公に恋をして、シカゴからひたすら彼を追いかけてくる、無学で品はないけど、どこまでも純真な心を持つ女性ジニー役だ。そのひたむきさが、見ていて本当に胸を打つんだぜ。一途な恋。なんだか切ない物語の香りがするわね。その通りだぜ。特にラストシーンは衝撃的でな。愛する主人公をかばって、彼女は凶弾に倒れて命を落としてしまうんだ。その悲劇的な結末とけなげな姿が、観客に強烈な印象を残したんだ。そんなに悲しい結末なの？でも、それだけ難しい役を演じきったってことなのね。そして、この心を揺さぶる名演によって、彼女はキャリアで初めてアカデミー主演女優賞にノミネートされたんだ。まだキャリア数本で、フランク・シナトラという大スターを相手に、
主演女優賞候補になったことで、彼女の本当の才能がハリウッドに衝撃を与えた。演技派女優としての地位を確立する大きな一歩となった。まさに伝説の始まりと言える名作なんだぜ。第8位、すべては夜に始まる、1961年。第9位はシリアスな演技で見せた作品だったけど、次はどんな一面が見られるのかしら？次は彼女の真骨頂、コメディエンヌとしての魅力が炸裂する第8位。1961年の傑作、すべては夜に始まるだぜ。再びディーン・マーティンとタッグを組んだ、極上のロマンティックコメディなんだ。ディーン・マーティンと再び共演、ロマンティックコメディ、いいわね。どういうお話なの？ジャンルで言うと、スクリューボールコメディっていう、勘違いが勘違いを呼ぶドタバタ劇だな。シャーリーが演じるのは、出版社の調査部に勤めるケイティっていう女性なんだけど、社長が休止した部屋にたまたま居合わせたせいで、とんでもない疑いをかけられちゃうんだぜ。あらら、それは大変。どんな疑いをかけられちゃうの？新社長になったディーン・マーティンに、おじをゆするつもりだったんだろう、って決めつけられて、さあ大変だ。婚約者がいるのに、口を封じようとする彼に色仕掛けで口説かれたり、次から次へとコミカルな騒動に巻き込まれていくんだ。わあ、想像しただけで楽しそう。彼女のキュートな魅力が全開になりそうね。まさにその通りだぜ。この作品では、彼女のはつらつとしたリアクションや、困った時の表情、その全てが最高にキュートなんだ。見ているこっちまで笑顔にさせてくれる、コメディエンヌ、シャーリー・マクレーンの本領が発揮された傑作と言えるぜ。第7位、噂の二人、1961年。コメディが続いたけど、次はどんな作品かしら？第7位は、彼女のキャリアで特に重要な一本だぜ。1961年の噂の二人。なんと、あのオードリー・ヘプバーンとダブル主演した社会派ドラマの傑作なんだ。オードリー・ヘプバーンと。それは豪華すぎるわ。社会派ドラマって、どんなテーマなの？監督は、ローマの休日の巨匠ウィリアム・ワイラー。彼が挑んだのは、当時タブーだった、同性愛というテーマだ。実はワイラー監督は、1936年にも同じ原作で、この3人という映画を撮ったんだが、当時は厳しい検閲でテーマを真正面から描けなかった。これは、満を持して挑んだセルフリメイク作品なんだぜ。そんな背景が。シャーリー・マクレーンはどんな役だったの？彼女が演じたのは、オードリー演じる親友に特別な感情を抱くマーサ・ドビー役だ。生徒がついた悪意のある嘘の噂が原因で二人の人生は壊され、追い詰められたマーサは自ら命を絶ってしまうんだ。なんて悲しい役。いつも明るい彼女のイメージとは全然違うわね。ああ、この作品での、内面の葛藤を見事に表現した演技は本当に圧巻でな。ゴールデングローブ賞の主演女優賞にもノミネートされたんだ。面白いことに、彼女は後年のドキュメンタリーで、撮影当時は同性愛について何も考えていなかったと語っているんだぜ。それでもあれだけの演技ができたなんて、本当に天才なのね。まさにそうだぜ。この作品は、彼女がただのコメディエンヌじゃない、人間の深淵を覗き込める本格的な演技派女優なんだと証明した、記念碑的な一本なんだ。第6位、あなただけこんばんは、1963年。シリアスな演技も素晴らしかったけど、やっぱり彼女のコメディも見たいわ。任せてくれだぜ。第6位は、コメディエンヌ、シャーリー・マクレーンの魅力が最高潮に達した一本。1963年のあなただけこんばんはだ。タイトルからしてロマンティックね。どんな映画なの？監督はビリー・ワイルダー。そして共演はジャック・レモン。そう、あの傑作、アパートの鍵貸しますの黄金トリオが再び集結して作った、極上のラブコメディなんだぜ。あの3人が再び、それは面白くないわけがないわ。シャーリーはどんな役なの？彼女が演じたのは、パリの街に立つ気立てのいい娼婦イルマ・ラブース役だ。恋人になったジャック・レモンが彼女の客に嫉妬するあまり、架空のイギリス貴族 X 教に変装してイルマを独占しようとする、もう奇想天外な物語なんだぜ。一人二役で恋人のふりをするなんて想像しただけでドタバタね。だろ？
この作品で彼女のコケティッシュな魅力はまさに爆発していてな。見事ゴールデングローブ賞の主演女優賞を受賞したんだ。ただ面白い逸話があってな。当初イルマ役はマリリン・モンローが演じるはずだったらしいんだぜ。マリリン・モンローが、それも見てみたかった気もするわね。そうだな。さらに驚くことに、監督のビリー・ワイルダー本人は、後に日本の脚本家で映画監督の三谷幸喜に、私はあの映画が大嫌いだって語ったらしいんだ。傑作なのに、作った本人は納得いってなかったのかもしれないな。第5位、泥棒貴族、1966年。黄金トリオのラブコメディ最高だったわ。第5位はどんな作品なのかしら？第5位は、1966年のおしゃれで小粋な犯罪コメディ、泥棒貴族だぜ。共演は、若き日のマイケル・ケイン。二人の駆け引きがたまらない、ひねりの効いた傑作なんだ。マイケル・ケイン、英国を代表する名優じゃない。犯罪コメディって、面白そうね。ああ、最高に面白いぜ。シャーリーが演じるのは、$5000の報酬で、マイケル・ケイン演じる大泥棒の計画に協力する香港の踊り子ニコール役だ。大富豪が持つ秘宝を盗み出すっていう話なんだが、この映画、構成がとにかくユニークなんだぜ。ユニークな構成？どういうこと？映画が始まると、まずマイケル・ケインが、これが完璧な計画だって、その手口の全てを私たち観客に語って聞かせるんだ。でもな、いざ計画を実行に移すと、シャーリー演じるニコールの天真爛漫な行動のせいで、全く計画通りに進まないんだぜ。最初に全部見せちゃうのに、その通りにならないの。それは新しいわね。だろ？緻密な計画が彼女のせいでどんどんかき乱されていく。そのハラハラドキドキがこの映画の醍醐味なんだ。この作品は後にモネゲームっていうタイトルでリメイクもされてるんだけど、やっぱりこのオリジナルの軽妙な面白さにはかなわないぜ。なるほどね。彼女のキュートな魅力が、逆にスリリングな展開を生み出すなんて、まさにハマり役じゃない。その通りだぜ。おしゃれな雰囲気と巧妙な脚本、そして二人のスターの魅力が完璧に融合した、まさに貴族の名にふさわしい一本だな。第4位、愛と喝采の日々、1977年。おしゃれな犯罪コメディの次は、いよいよ第4位ね。どんな作品なのかしら？第4位は、1977年の愛と喝采の日々だぜ。これはもう、シャーリー・マクレーンと、もう一人の大女優の魂がスクリーン上で激しくぶつかり合う、圧巻の人間ドラマなんだ。大女優との共演、一体誰となのかしら？奇跡の人や、卒業で知られる、伝説の演技派アン・バンクロフトだ。バレエの世界を舞台に、プリマとして頂点を極めた親友エマと、シャーリー演じる、夢を諦めて家庭を選んだ元バレリーナ、DD の対照的な人生を描いているんだぜ。わあ。女同士の友情とライバル関係、それに自分が選ばなかった人生への後悔って、すごく深くて複雑なテーマね。まさに女性なら共感できる部分も多いかもしれないわ。その通りだぜ。親友の華やかな成功への嫉妬や、自分の娘の才能に対する母としての喜びと不安。そんな DD の複雑な女性心理を、シャーリーがこれ以上ないってくらいリアルに演じているんだ。この作品でシャーリーは、見る人すべての心に響くような、共感と痛みを感じさせる演技を見せてくれたんだ。見ているこっちの胸が締め付けられるようだったぜ。聞いているだけで引き込まれるわ。特に有名なシーンはあるの？映画史に残る伝説のシーンがある。クライマックスで、二人が長年溜め込んできた本音をぶつけ合い、ハンドバッグで相手を殴り合う壮絶な取っ組み合いの喧嘩をするんだ。女の意地と友情が爆発する、まさに圧巻の一言だぜ。ハンドバッグで殴り合い。すごい迫力。映画の評価も相当高かったんじゃない？もちろんだ。この映画は第50回アカデミー賞で、作品賞や監督賞はもちろん、シャーリーとアン・バンクロフトが二人揃って主演女優賞にノミネートされるなど、合計でなんと11部門も候補になったんだ。だが、驚くことにな、これだけ絶賛されたのに、結果はまさかの無冠。一つも受賞できなかったんだぜ。この11部門ノミネートで無冠という記録が、
逆にこの映画を伝説にしてるんだ。彼女の円熟した演技力を世界に示した、キャリアを代表する一本だな。第3位、チャンス、1979年。いよいよトップ3ね。第3位はどんな名作なのかしら？ここからは伝説級の作品ばかりだぜ。第3位は1979年のチャンス。コメディからシリアスまでこなす英国の天才俳優、ピーター・セラーズが主演した、ブラックで深遠な風刺コメディの傑作なんだ。ピーター・セラーズ、なんだかすごく知的な香りがする映画ね。まさにその通りだぜ。物語の主人公は、生まれてから一度も屋敷の外に出たことがない庭師のチャンス。彼がひょんなことからシャーリー演じる大富豪の妻イブと出会うんだが、自己紹介で庭師のチャンスですと言ったのを、彼女がチャンシー・ガーディナー様と聞き間違えたことから、とんでもない勘違いが始まっていくんだ。名前の聞き間違いから、なんだか面白そうね。チャンスが話すのは庭いじりの知識だけなんだが、周りのエリートたちは、それを深遠な経済哲学だと勝手に深読みしていくんだ。シャーリー演じるイブも、彼の純粋さに惹かれ恋心を募らせていくんだが、彼の言葉の意味を全く理解できていない。そのすれ違いが、コミカルでありながらどこか切ないんだぜ。なるほどね。善意の勘違いが、どんどん彼を祭り上げていっちゃうのね。その通り、ついには大統領のスピーチで彼の言葉が引用され、国中の有名人になってしまう。彼女の演技も素晴らしくて、ゴールデングローブ賞の主演女優賞にもノミネートされたんだ。そして、ラストで彼が見せる池の上を歩くという奇跡的なシーンは、見る者の心に深く問いかける、まさに伝説的なラストなんだぜ。第2位、アパートの鍵貸します。1960年。ついに第2位、これまでの作品もすごかったけど、一体どんな傑作が登場するのかしら？第2位は、映画史に燦然と輝く不朽の名作、1960年のアパートの鍵貸しますだぜ。監督ビリー・ワイルダー、主演ジャック・レモン、そしてシャーリー・マクレーン。この作品で伝説の黄金トリオが誕生したんだ。黄金トリオ、聞くだけでワクワクするわ。シャーリーはどんな役を演じたの？彼女が演じたのは、大企業のエレベーターガール、フラン・キューブリック役だ。どこか物憂げで幸薄いんだけど、抗えない魅力があってな。ジャック・レモン演じる冴えない主人公が、密かに思いを寄せる相手なんだぜ。切ない恋物語なのね。でも、なぜアパートの鍵貸しますなんてタイトルなのかしら？主人公は出世のために、上司たちの不倫の密会場所として自分のアパートの鍵を貸してるんだ。でも、思いを寄せるフランが、まさにその部屋で人事部長の愛人として仰せを重ねていることを知ってしまう。彼女が劇中で使うひび割れたコンパクトの鏡は、この方がいいの。今の私の気持ちそっくりに見えるからという痛切なセリフとともに、傷ついた心を象徴する、あまりにも有名で切ない小道具だぜ。なんて皮肉で、悲しい設定なの。でも、最後はハッピーエンドになるのよね？もちろんだぜ。すべてを捨ててフランを選んだ主人公の愛の告白に対する、彼女の返事がまた最高に粋なんだ。黙ってカードを配って、この一言で全てを物語るラストは、映画史に残る名シーンとして語り継がれているぜ。おしゃれすぎるわ。アカデミー賞も受賞したんでしょう？なんと、ラブコメディとしては異例のアカデミー作品賞、監督賞を含む5部門を制覇したんだ。彼女の人気と評価を不動のものにした、まさにキャリア最高の傑作の一つだな。第1位、愛と追憶の日々、1983年。ついに来たわね、栄光の第1位。一体どんな作品が、彼女のキャリアの頂点を飾るのかしら？数々の傑作を抑えて堂々の第1位に輝いたのは、1983年の愛と追憶の日々だ。シャーリー・マクレーンが、実に5度目のノミネートにして、悲願のアカデミー主演女優賞を受賞した。まさにキャリアの集大成と言える作品なんだぜ。5度目の正直で掴んだ栄光なのね。どんな役柄で、そこまで高く評価されたの？彼女が演じたのは、娘の人生にどこまでも干渉する、過保護で強烈な母親オーロラ・グリーンウェイ役だ。娘の結婚相手が気に入らないからって、
結婚式にも出席しないくらいエキセントリックなんだぜ。でも、その奥には不器用で深い愛情があってな。うわぁ。それはすごく演じがいがありそうな役ね。物語はどんな風に進んでいくの？デブラ・ウィンガー演じる娘今との30年以上にわたる愛憎と葛藤。そしてジャック・ニコルソン演じる隣人の元宇宙飛行士との大人の恋模様が描かれるんだ。だが物語は、娘今が悪性の腫瘍に侵されるという、あまりにも悲劇的な結末を迎えるんだぜ。そんな、壮絶な物語なのね。聞いているだけで胸が苦しくなるわ。ああ、母と娘の、どうしようもないすれ違いと、それでも断ち切ることのできない深い絆。その全てを体現したシャーリーの演技は、まさに圧巻の一言だった。そして、このシリアスな親子の物語と見事な対比をなすのが、ジャック・ニコルソン演じる隣人との恋模様だ。彼のコミカルで人間味あふれる演技が、物語に深みを与えているんだ。だからこそ、この作品は第56回アカデミー賞で、作品賞、監督賞、脚色賞、そして彼女の主演女優賞とニコルソンの助演男優賞を含む、主要5部門を独占する快挙を成し遂げたんだ。主要部門を独占。作品そのものが、映画史に残る大傑作だったのね。その通りだぜ。長年のキャリアで培った全てをこの役に注ぎ込んだ、魂の演技だった。これ以上、第1位にふさわしい作品はないと断言できるぜ。総評またはまとめ。いやー、本当にすごい女優さんだったわね。キュートなデビュー作から、涙なしには見られないアカデミー賞受賞作まで、シャーリー・マクレーンの魅力がぐっと詰まったランキングだったわ。もちろん、今回紹介しきれなかった名作もたくさんあるわよね。だろ？コメディエンヌとしての天性の明るさと、人間の弱さや葛藤を演じきるシリアスな演技力。この両方を兼ね備えているからこそ、彼女は半世紀以上にわたってハリウッドの第一線で輝き続けることができたんだぜ。本当にそう思うわ。皆さんの心に残る一本は、どの作品だったのかしら？ぜひ、コメントで教えてほしいわね。ああ、みんなのベストワンも気になるぜ。この動画が面白いと思っていただけたら、ぜひチャンネル登録と高評価をよろしくなんだぜ。そして、他にもシャーリー・マクレーンの好きな作品があったらコメントで教えてくれると嬉しいぜ。それじゃあ、また次の動画で会おうぜ。